そう、僕が内装で必須としている。せーの。違う。そう。はい、皆さん、こんにちは。車の大事典、カッカシノピーです。今回はね、10アルファードの天井をお掃除しようかなと。で、どういう風にお掃除するかと。いろいろ考えたんだけど、まずやりたかったのは、もう天井をバゴンと外して、ケルヒャーの、カーペットリンスクリーナーってやつ。なんか掃除機みたいなやつで、水を出しながら、その汚れを落として吸い取るみたいな。要は、あんまびちょびちょにできない。ルーフとかね、乾くのが遅かったりするので、表面上を水で濡らしてすぐ吸い取る。で、その水を浸透させないっていう、そういう商品があるんだけど、それを使いたかったわけですよ。けどだよ。この間ね、動画のコメント欄に、タロタロ田村さんから、天井を落とさずにヤニ汚れを落としてくれというコメントが入っていたので、セーフ。一旦まだね、ルーフは落としていないので、落とさずに、今回ちょっとヤニ汚れをね落とそうかなと。で、今回使う商品、そう僕がね内装で必須としている洗剤、皆さんもうわかるでしょ。じゃあせーの、ルークリー洗剤。正解。これ一人でやってるからね、もうほんと恥ずかしい。ちゃんとこれ4リッター買ってあるので、これを使ってルーフのヤニ汚れをちょっと落としてみたいなと思います。はい、大変申し訳ございません。途中までね、ちょっと作業を進めたんですが、音声がね、気づいたらマイクがオフになっていて、取れていませんでした。途中までやったのにっていう感じ。で、今ね、まずやったのが、ここにマスキングテープを貼って、ルークリー洗剤でちょっとゴシゴシしました。もう、こっち側ね、ちょっとゴシゴシしちゃったわけで、こっちはミセコ。で、今回使っているのが、これね、ルークリー洗剤と、マルトクセットのブラシ、あとハケ、あと歯ブラシ、それと固く絞ったタオル、あと乾いたタオル、これを使っています。うわー。で、途中までやって、この辺は一体やったんだけど、ここまだやってない部分。なので、今からここをちょっと進めてって、あとこっち側もね、すごい汚れているので、この後ちょっとやっていきます。うわ、すげえ汚ね。やっぱそうだね。やっぱそうだ。ちょっとね、気づいたことがあって、さっきここルークリー洗剤でゴシゴシやってたんだけど、やっぱね、他のところに洗剤がつくと、そっちの汚れがね、シミみたいな形に見えちゃうので、これ外せたら一番いいんだけど、今回はもう外さずに。でもこの面だけの今回施工になります。他のところは次回、カーペットリンスクリーナーを使って、ちょっと綺麗にしていこうと思っております。OK、とりあえず作業進めます。もう一回ちょっと一から説明っていう形で、使い方はこのブラシにこのスプレーをかけます。で、てんこ盛りになったら、この対象物になじませる。で、あとちょっとゴシゴシする。軽くこすっていく。こういった感じ。で、気になってるのは、うまく全体的に綺麗になるかっていうところが気になっています。結構ね、面積的に広いので、もしかしたらその汚れのムラみたいのができちゃうかなとかなんとか思っているので、その辺をちょっと気にしながら今施工しています。こんな感じでブラシでゴシゴシしたら、この固く絞ったクロスでちょっと拭き取るみたいな感じ。ちょっと叩きも入れてね。ペコンペコンの場所わかんな。ちょっとやりづらいね。で、結構洗剤が残っちゃうことがあるので、乾いたクロスでもちょっと拭き取ってきます。だいぶ綺麗になった。だいぶ綺麗になったんだけど、やっぱね、シミがちょっと端に寄ってきたな。ちょっとここ見てもらいたいな。はい、ちょっと今手持ちで見づらいんですが、こんな感じ。わかるかな？こことここがちょっとそのルークリー洗剤が汚れを落として、それが汚れがね、この辺に溜まってっちゃってんだよね。なんかこの綺麗な部分、ちょっと汚れが落ちた部分と汚い部分の境目がね、ちょっと気になるみたいな感じで、こっち側やったところはすごい綺麗になってます。で、汚れがこっちに押し出されて、この辺がまだまだ汚いので、この辺ちょっと落としていきます。ここは置いといて、こっちの汚れを落としていきます。すごいシミだね、ここ。もうある程度落ちたっぽいので、
このクロスでちょっと叩きながら汚れを吸い取っていきます。すごい取れる。乾きが早いよね。早い。もう乾いてるもん、ほぼ。で、そうなるとね、ここ気になるんだよね。マジで。けど、ここやるともうどんどん奥に行っちゃいそうだよね。ちょっとだけやる？ちょっとだけやっとこっか。ここを吸い取れれば、これである程度均等ではないけど、汚れを落として、この汚れが滲むんですよ。で、そのところをしっかり吸ってあげることによって、さっきみたいなシミになりにくい。けどやっぱ綺麗なところとの差がちょっとまた出ちゃったかなっていう。まあこれはしょうがないね。ちょっとまた他の機会にこっちの面はやっていこうと思うので、とりあえずこっちだけ施工終わりかな。ちょっと気になる部分だけね、もうちょっとやって終わりにしたいと思います。はい、そしたら一応ね、こちら洗い終わりました。でもパッと見、今見た感じだと違いがね、ほぼわからない。違うかな？落ちたのかな？まあわからないので、マスキングテープを剥がします。うわ、違う。線ある。線ありますぜ。くっきり。見えてるよね。ここに線がビッ。あ、綺麗になったじゃん。全然違う。はい、中央付近、ここね。ここに線があります。こっちはもうほんとちょっと白っぽいベージュなんだけど、こっちはもう茶色いもん。ここに一応線があるんだけど、やっぱね、半分より向こう側は全体的に茶色っぽい感じ。で、手前は結構白く、これがね、元の色なんだろうね。取っ手の部分とかはもう全然違います。まあ個人的には大満足だけど、難しいのが、この右の方。これわかるかな？ここに洗剤がちょっとかかっちゃって、真ん中ら辺はそのヤニ汚れが落ちて白くなってんだけど、その周り落ちた汚れがこの縁に溜まって、この汚れがね、この綺麗なところと汚いところの境目ができてシミみたいになっちゃってるんですよ。なので、まあ全体的に汚れてたらもう全体をちょっと綺麗にしていくしかないんだろうなっていう感じは正直しています。そしたらちょっとね、分かりにくかったかもしれないので、もう一箇所だけやっときます。で、先ほどやったのが、ここね、右側がルークリー洗剤で綺麗にしたところ。で、左側がミセコ。で、今回やるのは、ここね、このど真ん中。で、この辺、なんかちょっとよくわからないシミとかもあるので、この辺もちょっと落としていけたらいいかなと思ってます。綺麗にね、くっきり分かれてくれればいいんだけど、ちょっとさっきの分かりにくかったよね。まあ、光の加減もあると思うので、ちょっとここやってみます。いきます。この辺シミがひどいところを先に。で、シミがね押し出されるので、ちょっと端からやっていきます。一応ね、ここにあったシミはある程度落ちたと思います。で、逆にね、ここに洗剤がついた縁のシミがついているので、これを落としていきます。これを落としていきますが、まだこっちの方結構汚れてるので、この辺も一緒に。あらかたブラシで汚れを落としたら吸い取ってくる。で、先にね、このやったところの縁、この辺をね、吸い取っちゃった方がいいと僕は思います。汚れてるわ。で、この、なんだろう、天井、ルーフのね、このケバケバがブラシでやるのが気になるっていう方は、まあ、例えば、さっきのブラシにちょっとつけて、こういった感じでね、擦らないで洗剤だけをつける。で、ここをこのクロスで吸い上げる。で、乾いたクロスでも振ってあげる。そうすればそんなにね、ケバケバなんないと思います。まあ今もね、そんな目立ったケバケバは特にないんだけど、もう目立つところだけ。できればね、バキュームがあれば吸い取れるんだけど、まあその辺はしょうがない。だからこの固く絞ったクロスっていうのは結構重要だね。で、定期的にこのクロスはきれいにしてあげてください。バケツを用意してね、洗いながら。大丈夫かな？もうそんな汚れていない感じです。
マスキングを剥がさないとちょっとどれぐらい差が出てるのかわからないので一旦乾かします。とりあえずここにあったシミみたいのは落ちたので、そういうヤニ汚れじゃなくてもちょっと部分的にね、手垢とかがついちゃってる場合はささっと落としてあげることもできますよと。綺麗になってるといいな。はい、とりあえず乾いたのでマスキングテープ剥がしていきます。しっかりわかるかな。こっちはね、もう肉眼で見ても明らか違うんですよ。けどカメラだとね、なんか分かりにくいんだよね。光とかね、そういう、明るさの問題とかもあるんだけど、とりあえず剥がしていきます。どう？現時点だとそんな分かりません。違う。分かる？これ。でこっちも剥がします。うわ、すげえくっきり。ここよりもね、上から見た方がすごいかも。はい、こんな感じです。わかるかな？この線。こっちがループリ洗剤で綺麗にしたところ。で、こっち側、ニセコ。反対も一緒だね。からこっち。全然違うでしょ。これ、しかも、乾いてます。で、奥もね、こっから見た方がわかりやすいかもしれない。どう？これだったら両方わかる？こことここをループリ洗剤で洗った。で、やっぱね、この部分、端のところね、やっぱ汚れが寄って、シミがなんか濃くなっちゃってる。これは今回ね、こういう風に分けたからこうなっちゃってるので、この勢いだったらね、頑張ればルーフ全面外さずにできそうな感じは正直しています。とりあえずね、ループリ洗剤でこの屋根のヤニ汚れ落ちるのかっていうところの検証はこれにて終了。はい、そしたら最後に恒例のどれぐらいクロスが汚れたか。はい、これぐらい汚れていました。終了。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はね、こちらルークリー洗剤を使って10アルファードの天井の方をきれいにしていきました。で、使ってみた感想なんだけど、もうね、10アルファードってこんな色の天井してたんだって思うぐらい綺麗になりました。びっくりするぐらい汚れは落ちます。けど逆に、今回みたいにヤニ汚れで均等に天井が汚れてる場合、スポット的に使っちゃうとね、綺麗になったところだけが目立っちゃう。汚れてるとこと汚いところの境目っていうのがやっぱね、目立っちゃうかなっていう感じ。そこら辺はちょっと注意してもらいたいなと。なので、どっかのタイミングでね、天井を落として、リンスクリーナーを使って、一気にバーって掃除していくような動画も、ちょっといつか上げたいなと思っております。あとなんだろうね。これ。スプレーボトル。これ今回使ってるのが、花王のマジックリンとかが入ってるやつね。これがすごいね、便利。あと泡が出るので、この天井だけじゃなく、他の内装とか。やっぱね、泡っていうのはね、汚れをすごい落としてくれる。なので、この花王のスプレーボトル、すごいおすすめです。とりあえずね、内装を洗浄するには、欠かせない洗浄剤だと僕は思っています。なので気になった方はぜひこちらね、ルークリー洗剤初めて買う方はブラシがついてる丸得セット購入してみてください。はい、それとね、この内装のお掃除、もう終盤かなとも思いつつ、けどまだやるとこあるんだろうなとも思いつつ、今後もね続けていきたいと思うので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。